はい、皆様、毎日お仕事お疲れ様でございます。ゆちチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるく配信しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回はですね、新型レクサス LBX のここが不満6000ということでですね、僕が思うLBX のここが不満だよと思うところをいつも通りゆるーく語っていこうと思います。LBX の魅力についてはですね、前回の動画でお話ししておりますので、そちらをご覧いただけたらなと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら見てくださいね。では、早速行ってみましょう。LBX の不満、一つ目になるんですが、電動テレスコチルトがないということになります。その電動テレスコチルトって一体どんな装備なのというとですね、ハンドルの高さとか奥行きなどをドライバーの適切なポジションに電動で調節してくれる機能なんですけど、その電動の機能がついてないっていうことなんですよね。なんだと、そんなもんかと、そんなぐらい別についてなくてもいいじゃんって思われる視聴者の方もいると思うんですが、そうじゃないんですよね。我が家はですね、妻も車を運転することも多いので、僕と妻では身長差が約25センチあるんですよ。で、25センチって結構な差ですよね。っていうことで、もちろんシートポジションも違えば、ハンドルの高さとかですね、手の長さに合わせて、ハンドルの奥行きを変えるとかですね、各々やっぱり違うわけなんですよね。で、そうなると、毎回毎回その調整がドライバーが変わるために必要になるわけなんですよね。で、これってほんと地味にめんどくさいわけなんですよ。毎回毎回こちょこちょ変えるっていうのが。で、LBX にもシートメモリーはあるんですけど、やっぱりですね、ハンドルまでメモリに登録できるっていうのは快適度が全然違うんですよね。だから今の NX とかだと自分のシートポジションのメモリ1番に登録してあるんですが、もう1番に登録してあると、そのボタンを押せば自分のドライバーズポジション全自動でハンドルもシートも高さも全部変わりますし、なんならエンジンもかけた時にですね、そのポジションに自動になるわけなんですよね。これって本当にすごいね、それだけで快適度が変わってくるんですよ。で、次、二つ目になるんですが、助手席にですね、パワーシートの設定がないということです。これなぜに小さな高級車と言われているのに、助手席に設定しなかったのか。ちょっとね、これ不思議なんですけど、絶対つけた方がいいと思うんですけどね。で、これだと、やっぱやりくろと同程度の装備となってますし、パーソナルカーとして利用を想定している割には、ちょっとやっぱりその助手席への配慮が足りないんじゃないかなと僕は思います。やっぱりレクサスならですね、運転席、助手席ともにパワーシート、この装備はやっぱ確実につけてきて欲しかったっていうのが本音ですね。で、ここはですね、多分今後の年次改良で、後々ついてくるんじゃないかなと僕は、予想はしてます。で、3つ目になるんですが、ベンチレーションの設定がないということです。これはですね、正直車を選ぶ際にかなり大きい要因でした。やっぱレクサスならベンチレーションは絶対につけてくるだろうと思ってましたし、UX、NX、RX、全部ベンチレーションついてますからね。で、なんならトヨタのハリアーとか、ああいった SUV にもベンチレーションついてるわけなんで、で、LBX の価格で見てみれば、だいたい500万は超えてくる価格なので、ハリアーと同程度ぐらいの金額なんですよね。だから、ベンチレーションはさすがにつくだろうと思ってたんですけど、これがつかなかったんですよね。で、LBX はレクサスブレイクスルークロスオーバーの名にふさわしく、今回はですね、コンパクトカーにもベンチレーションをつけてくる、そういった型破りな車作りをしてくれるんだと、個人的には期待していただけにかなりショックでしたね。で、日本はですね、高温多湿な環境なので、夏場のシートの蒸れはかなり不快じゃないですか。特にですね、夏場の本革シートは本当にね、お尻が燃えるんじゃないかと思うぐらい、結
構きついですよね。これ体験された視聴者の方とかいるんじゃないですかね。本革シートで夏場そのまま乗った時にケツが焼ける、ハンドルが焼けるみたいな。なんで、ベンチレーションはね、やっぱ必要ですよ。僕自身もかなりの暑がりなので、ベンチレーションは絶対つけたい装備の一つだったので、これがですね、LBX を選ばなかった理由の一つとなります。続いて4つ目になるんですが、ドリンクホルダーの位置が悪すぎるということですね。LBX にはですね、一応ドリンクホルダーがセンター部に2つ存在するんですが、1つはですね、ナビの下の方ですね、のコンソールのところに置くだけ充電があるんですが、その置くだけ充電の手前に1つと。で、もう1つがですね、センターコンソールボックスを肘置きの部分ですね。そちらを後ろにスライドしないと出てこないんですよね。もう1個のドリンクホルダーが。で、そのドリンクホルダーを使おうとすると、まず肘置きがほとんど使えなくなります。そればかりか、そこにドリンクがあることによってですね、シフト操作等の邪魔になるんですよね。この仕様はね、いただけないですね。どうしてこの位置にドリンクホルダーを設置したのか、ちょっと意味がわからないですね。やっぱりパーソナルカーとして2名使用を想定しているなら、そこはですね、しっかり検討した上で、ドリンクホルダーの配置を考えてほしかったですね。で、構造上の問題であそこにしか設置できなかったのかどうなのか、理由はわからないですけど、これはですね、所有されてるオーナーさんの中でも、絶対に不満が出るんじゃないかなと。だって、実質それ使わなかったらドリンクホルダー、センター部に1個とドアポケットしかないわけですから、なかなか普通ね、ドリンクをドアポケットの方に入れる方って、蓋が閉めれるタイプだったらまだいいですけど、ペットボトルとか。それ以外のですね、よくコンビニとかで売ってるコーヒー、ストロー付きの、ああいうものをなかなかドアポケットに入れる方っていないですもんね。で、一人使用ならね、よっぽど問題は出ないかなと思います。続いて5つ目になるんですが、鉱石がですね、かなり狭くて日常使いできないレベルということです。これは僕個人の感想なので、体の大きさとか、日常使われる人の人数とか、それによって多少変わるとは思いますが、僕個人は正直 LBX の鉱石はめちゃ狭だと思いました。で、これはディーラーで実車で確認してきたんですけど、僕175センチ、中肉中背の程よい大型犬な僕がですよ、ドライビングポジションを取ると、鉱石はですね、多分子供しか乗れないと思いました。もしくはめっちゃ小柄な女の子とか。でしたら、多分乗れるとは思うんですけど、僕もね、自分のドライビングポジションを取った上で、鉱石に座ってみたんですよ。で、座ってみたら、もう本当にね、膝がね、全く動かせないです。もうすっぽり隙間にはまってしまったかのような。で、なおかつですよ。なおかつ LBX の鉱石は肘置きもなければ、背もたれも倒せないんですよ。なので、もう実質その隙間にはまった状態、直立不動の状態で、ずっと乗車しなきゃいけないと。これはね、正直めちゃめちゃきついです。で、発売前からですね、大体言われていたことで、分かってたことではあるんですけど、実写を見てみてですね、これはあかんわと思いました。で、将来子供ができたりした時に、鉱石にチャイルドシート乗せようにも、この狭さはかなり致命的ですし、僕が後ろに乗れないってなると、当然妻しか鉱石に乗れなくなってしまいますので、あとですね、鉱石のドアの開口範囲も思ったよりドア開かないです。どうなんですか？ 45 度、50度ぐらいなんですかね。ですので、乗り込むときは、まず肘とか足をぶつけないように注意しなきゃいけないので、これはね、チャイルドシートに子供を乗せるときも同じで、ドアの開口部が狭いので、多分チャイルドシートを乗せた上でそこに子供とか赤ちゃんを乗せようと思うと、結構ね、手間取るというか、やりづらい感じはね、あるんじゃないかなと、頭の中で想像した感じ、そんな感じがします。で、パーソナルカーであって、これはファミリーカーでは決してないっていうくくりだと思いますので、この部分の割り切り感は、やむなしといった感じじゃないでしょうか。
やっぱりね、後席はね、もうちょこっと広くないとね、長時間乗るには、正直きついですね。僕にとってはちょっと拷問に近い体の体勢で乗る形になると思います。はい。で、最後、6つ目になるんですが、6つ目はサンルーフが付けられなかったということですね。僕の中ではですね、高級車イコールサンルーフ装着車っていう固定概念がそもそもあったのと、コンパクトカーなので、お世辞にも車内はそんなに広くないということなので、買うとしたらですね、少しでも開放的に乗れたらいいなと思ってたんですが、それがオプションでも付けることができないのは、ちょっと残念と言わざるを得ないかなと思います。聞くところによるとですね、LBX の軽快でパワフルな走りを尊重するためにですね、できる限り車重を軽くする必要があったと。で、そのため、ベンチレーションやパワーシート、サンルーフは設定しないことにしたらしいです。にしてもですね、これはちょっと残念なポイントではないかなと思います。といった感じでですね、僕が思う LBX の不満点はこの6つとなります。この6つがですね、許容できる方であれば、間違いなく最高の車であること間違いなしですので、即買いで OK だと思います。価格はですね、460万円からとなってまして、オプションと諸費用を含めると500万は多分超えてくるのかなと思います。レクサスクオリティでですね、豪華装備の数々ついてます。ですので、この価格は仕方がないかなと思いますね。なので僕が思う LBX を買っても後悔しない方は、基本乗車する人数は2名以内でコンパクトな車が欲しいんだけど、内装とか装備は高級車と同じような装備をつけたいという方ですとか、独身で基本自分一人でしか乗らない方、普段はメインの車があってセカンドカーとして持ちたい、使用したい方、あとはですね、奥様が子供を乗せて日常の買い物とか送迎とかそういった日常の足として使う方、こういった方であればね、よっぽど不満は出ることなく十分満足した買い物になるんじゃないかなと勝手に想像してはいます。LBX はですね、とてもいい車なんですけど、コンパクトカーであるがゆえですね、使用する方の用途によっては向かない状況も多々あると思います。ですが、そういった方はですね、UX とか NX とか、もっと上で言うと RX とかですね、といった選択肢ももちろんありますので、よく吟味してですね、買われることをお勧めします。で、今年に入ってですね、UX も 300E といった年次改良型が発表されてですね、走りの質感がさらに向上した上でですね、ナビの大型化ですとか、最新のレクサスセーフティセンスの導入、フル液晶メーターの採用、電子シフトの導入とかですね、かなり UX も商品力がぐぐっと増したと思います。ですので、レクサスはですね、どの車種もとても魅力的な車が各々揃っていますので、この動画を見てくださった方がですね、一人でも多くレクサスに興味を持ってくれたら、僕としてもとても嬉しい限りです。ということで、今回は僕なりの見解でですね、レクサス LBX の不満6選、ゆるーくお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、少しでも参考になったよと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけると幸いです。何か気になることを取り上げてほしいテーマなどあれば、ぜひコメントお待ちしております。ではでは、さようなら。